はい、どうも皆さん、こんにちは、クワトロです。本日はですね、次回古戦場が闇古戦場に決まったということなので、皆さんお待ちかね、ガチ勢対談闇属性編ということでやっていこうと思います。闇属性といえば、もうなんかね、ルミナス武器のエレシキガルを始めて、闇属性好きな人がやっぱグループの中には結構多いイメージなんですけど、そういったところでね、今回詳しい人に話を聞いて、闇属性についての知見を深めていこうっていう風な回になってます。ということで、今回はですね、闇属性好きのサメディさんに来てもらいました。では本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと名前の読みを最初に伺ってもいいですか、これ。これはですね、サムディと、そういう読みになっております。はい。これ、あれなんですよね。最初俺、連絡するときに、これ名前間違ったら失礼だろうなって思いつつ、だからめちゃめちゃ調べたんですけど、正確なそのね、読みがわからない状態で、最初会話を始めるっていう。グラムをやるときに、どっかの誰かみたいな意味で、英語のサンバリつけたかったときはそうつけようかなって思ったんですよ。もう軽い気持ちで。はい。だけど、8文字なんですよね、サンバリは。グラブルの GN にしようと思ったときに、2文字入らなくて、まだ読みが似てるようにしようと思ったら、どこを削ろうかなと思って、BO を削り、サンディになったというね。ということで、今回サムディさん、改めてですが、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今、あれですね、5月3日に収録をしてるんですが、現状あれですよね、上石の闇属性はなんかあんまり動いてない状態で、今後どうなるかが非常に楽しみというか、怖いというか、そんな感じですもんね、今。そうですね、なかなか、5月末にブーストが来てくれなかったので、どういうものが来るかによって、そもそも使う武器もわからずというところですね。本当に、今後そのね、リミ武器がもし来るとしたら、リミキャラが何来るかみたいなところの、今後その闇属性がどういう風に変わっていくかっていう風なところが、これからちょっと変わりそうな点もあるんですが、無料期間が挟まるわけじゃないので、全員が全員ね、その新しいキャラを取れるわけじゃないっていう風なところも含めて、現状の闇属性、もしかしたら人によってはこのままの闇属性の環境でいくかもしれないっていう風なところも含めて、現環境の闇属性についていろいろちょっと話を聞いていこうと思います。はい。ではね、今回はガチ勢対談第1弾ということで、主に武器編成とか、あと召喚石とか、そういったところにフォーカスを当てて話をしていこうと思います。闇属性のマグナ3が実装されたばかりっていう風なところはあるんですけど、これからハデス編成に移行したい人とか、あとはハデス編成今なんとなくやってるけど、どういう方向性で強化したらいいんだろうっていう風なところが、ちょっといまいちまだ分かってない人とか、そういった人のね、その価値観とかにも合わせて、なんかいろいろ話を聞いていこうと思います。はい。これから対談を始めていこうと思うんですが、ですね、対談一番最初にね、毎回お決まりになってるんですけど、どれだけその闇に入れ込んでるかっていうのを毎回見せてもらってるんで、はい。いつものコーナー、じゃあちょっとリミ武器から見せてもらってもいいですか？ちょっとお恥ずかしいところですが。やばすぎ。いや、これね、やばくね？ハーマー探検何本あるんですか、これ。5本ですかね。で、5本使う場面はあったんですか、今まで。ありました。これは、メインエルシキガルの、はい。スパソロを私やったんですけれども、はい。そこで、このハルマナ探検5本と、ブルトガング、防御ブルトガングが活躍してくれまして、はい、それがなかったら耐久持ってたかどうかわからないみたいなぐらいのギリギリだったので、これがあったおかげで、はい、やることができました。マジかー。全く知らない世界だな、そこに関しては。次に石油見せてもらってもいいですかね。あんまりそんな数持ってるわけではないのですが。でもなんかあれですね、前回の光の時にもあったんですけど、この幅切りなんか持ってる人持ってますね、なんか最近。そうですね、ちょっと、使いどころがわりかしあるのではないかというところで。てか、ウルリとかやっぱ持ってる。結構これあれですか、使う場面とか今まであった感じですか？これはですね、スパバハをちょっとやり始めた時に、はい、多かったのが闇属性は剣豪だったんですけれども、はい、ライフがやっぱ強いぞとなってきまして、速度出すんだったらライフだと。で、その時私が知ってたライフで速度を出してた方がウルリだったんですよ。なので行っちゃうかと思って初めての石油をですね、そこでウルリ組みを取らせていただきまして、で楽しんでたところウンハイルの方が強いぞということになってしまい、はい、ウンハイルになりましたということで、今使われることはなく、はい、でもその大好きなマルチなスパバハをこう真剣に取り組むきっかけになってくれた武器なので、すごく感謝している武器ですね。はい、なるほど。ありがとうございます。はい。ということで、今ちょろっと話は出たんですが、サムディさんがね、実は結構あれですよね、その闇属性をすごいやってるっていう風なところもあるんですけど、
高難度も結構熱心にやってるっていう風な方っていう風に聞いてるんですけど。スパバハから高難度やり始めたんですけど、その前のルシとかバブとかベリとかは、なんか失敗したら怖いとか思ってて、スパバハがちょっと私にハマりまして、むちゃくちゃ楽しくてですね、もうずーっとスパバハをやってまして、高難度のタイムアタックとか、そういう速度出したりとか、まあいろいろ編成考えたりとかっていうのが、で、そのままその流れで、今もルシゼロを楽しく、ね、やらせていただいてると、そんな感じになりますね。はい、ありがとうございます。高難度攻略で、サムディさんを知ってるっていう人も結構多いと思うんですけど、これ今回のね、ガチ勢対談とちょっと別企画になるんですけど、もうせっかくこんな高難度を、やってる人と、話せる機会がもらえたっていう風なことなんで、今までやった企画とちょっと別の企画も今検討してます。ガチ勢高難度対談過去仮みたいな感じで今ちょっと検討してるんですけど、なんかスパルシとかね、天元とかで闇属性を変わっているっていう風な人に向けて、高難度攻略闇属性視点みたいなところもちょっと今後ね、ちょっと企画として考えてるんで、ぜひね、ちょっと今後の進展もお楽しみにということで、では、本命の対談の内容にちょっとじゃあ入っていきますか。はい。ではね、その対談の一番最初のやつに入っていこうと思うんですが、まず最初にね、上石移行基準っていう風なところについて話をしていこうと思います。最近って、上石移行基準っていうのが、ちょっとなんか明確にちょっとするのが難しいですよね。純粋なマグナから上石へっていう風なところの基準というよりかは、闇属性を純粋に、ハデスにリソースを突っ込んで強化していくときに、どういった優先度で、みたいなところも含めての話になると思うんで、そういったところね、リミ武器優先度っていう風なところをちょっと聞いていこうと思います。はい。じゃあまず一番優先度が高い武器、移行するとか強化し始めるっていう風なところの段階だと、どれからまずいきます？にも蓋もない話なんですけれども、はい、現状、光子戦場のいろいろな武器編成がどうだったかっていうのを見てもらうと、わかると思うんですけど、完全にこれっていう武器が今ないんですね。一番無難なのは、とりあえずブーストを待って、エフェスみたいなのが来るのか、ゼタヤリみたいなのが来るかで、突っていく武器を合わせていくみたいな風にちょっとなってくるとは思うんですけれども、とりあえず、これから闇をどんどん突っていくぞと、そのきっかけにとりあえず突るぞという武器があるのであれば、リッチオノになるんじゃないかなと思いますね。まずはリッチオノですね。日本になるんじゃないかなと思いますね。ヨダメも上げてくれるっていうことで、シンダラが2分割っていうのと、あとイルザが3分割っていうところでもちろん効いてきますし、アビダメも闇属性は飛ばしてくれるので、それを10万上げてくれるっていうのもかなり大きなところかなと思っております。イルザを使わない場合に抜けてくる可能性はないことはないというふうに思うんですけれども、イルザを使うのであれば現状リッチオノはどうやっても入ってくるのかなと。はい。ありがとうございます。じゃあまず、第一に、これは結構誰も納得みたいな感じだと思うんですけど、まずリッチオノってことですね。で、これも、次の武器も、いろいろな場面での用途を考えて、はるまる探検が無難なんじゃないかなというところはあります。ですけれども、先ほども言ったように、ブーストが何来るのかによって、はるまる探検が抜けて一本も入らないっていうケースも、古戦場でありなくもないというか、今突るのはあまりおすすめはできないかなっていう、今すぐ突ってねっていう武器ではないですね。なるほど。高難度とかも考えて、今、闇属性を今の環境でやりたいっていうのであれば、はるまる探検はもちろん強いんですけれども、そのような立ち位置かなと思います。なるほど。ありがとうございます。これね、結構ね、意外に思う人もいるかもしれないですけど、特にさっきも言ってもらった通りあれですよね、光子戦場が、武器周りがカオスでしたもんね。そうなんですよね。流れてくる編成とか、他の周りの人がやってる編成とか見てると、ここではハルモニアが抜けて、ここではルオコブシが抜けてみたいな、そういう風になってきてたっていうのもありますし、やっぱり他の属性で、はるまる探検の互換武器ですかね、が抜けていくみたいな状況は全然あるので、これがずっと入るよみたいな今までの考え方っていうわけにはいかないんじゃないかなっていう風には思ってますね。今までみたいにこの二大巨頭、この薬状レゾネーター系っていうところが、脳死で突っていい武器じゃない環境になりつつあるよっていう風なところが、これ一番重要なところかもしれないですね。ムーブによって武器が全然変わってくるよみたいな。これから闇属性を触っていくぞっていう中で、今、はるまる探検3本、リッチオの2本突っちゃって、ブースト突れないよみたいなのは、ちょっと避けたいんじゃないかなって思いますね。
あとじゃあ一旦玄関鏡でみたいな話にすると、大体ハーマー探検って今の環境だとどのぐらい必要とされてます？今だと、フルオート高難度であれば、2本あたりが入ってくることは多いです。ですけど、手動で通常に寄せるのであれば、この武器が3本入ってくることも多いですけど、今回のストイベのHL の攻撃編成であるとか、そういったちょっといつもと違うような編成をする場合に抜けてくることは出てきました。防御と HP っていうのが結構なメインになってくるので、絶対に今の環境でも2本入るよみたいな風にはちょっと言えなくなってきたなぐらいに思っといていただけるといいですかね。今までは対抗馬みたいな武器が少なかったし、やっぱ特殊上限ってところがやっぱ強かったんですけど、結局、第2スキルが死に小ですもんね。で、基礎火力をあまり上げてくれないっていうのと、オーバースキルで来たことによって、基礎火力と上限をまた別の武器で盛ることができるようになってきてしまってるので、この武器の強みっていうのが、やっぱり防御力上昇っていうところに強みっていうとなってきてしまってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。なるほど。ありがとうございます。リッチオノに、ハーマー探検に、みたいなところで聞いたんですけど、ではその他の武器についてちょっと聞いていってもいいですかね。これから紙石をやっていくにあたって、必要となってくることが多い武器っていう風に言いますと、とりあえず、パラゾニウムの攻撃覚醒。この武器が、強いのは連撃を盛れるっていうことと、パルマル探検さんとこの武器を入れることによって、パルマル探検の第一スキルの発動条件を満たしていたっていう武器になりますね。あと、マナダイバーとか、そういう探検ジョブをやるのにあたってメインで持つっていうのも強い武器なので、フルオートでも強かったっていう歴史もありますね。今見てると攻撃タイプが1本とかですかね、とりあえずは。そうですね。日本連撃のために入ってくるみたいな場面ももちろんあるんですけれども、これは1本攻撃タイプを作っておくと使える場面は増えてくるんじゃないかなというところはありますね。確かに1本目自分も使っててすごい強いんですけど、あれですよね、多分素体2本以上あったら多分1本以上は素体残しといた方がいいよねっていう風な感じですね、きっと。そうですね。シンダラが最近実装されまして、TA 確定ではないので、その TA を盛りたいっていうのがかなり最近先生の課題となってくることが多分多いんじゃないかなと思うので、そのためにこの3手を持ってるパラゾニウムっていうのが、上限も上げつつ、連撃も上げてくれる。で、攻撃もちゃんと上がるということで、しっかり役目を果たしてくれる。一昔前は、両面属性が多かったので、両面属性の中で、攻撃を持って、上限も盛るっていう武器としてこのパラゾニウムが使われてたことが多かったと思うんですけど、今は紙石カゴの中でこの武器がその3手を活かして使われるっていう状況に変わってきていると思います。次はわかりやすい武器なんですけれども、フォールンソードですかね。やはりハデスのカゴっていうのを考えた時に基礎火力を持っていくっていう風に考えると、このフォールンソードがやはり強いですね。基礎火力を何で盛るのってなった時にこのフォールンソードを一本刺すっていう場面は最近は私の編成としては多くなってきました。で、先ほども言ったんですけど、シンダの連撃を盛るっていうのに、この連撃の覚醒タイプっていうのが、10% 上げてくれるっていうのはかなりね、染みてくるので、覚醒レベル4っていうのが1本あると便利になってくるんじゃないかなと。日本連撃タイプの覚醒4を使いたい場面もありますね、正直。ありがとうございます。でもあれですね、さっきパラドニウムについて連撃とか、火力がみたいなところをちょっと聞いてたと思うんで、もう本当にそれをなぞるような形で、すごい納得できるような、優先度これ多分高いんだろうなみたいなところが納得しやすい武器ですね、多分。上限を持ってくれるパラゾニウムと基礎火力を盛るフォールンソードっていう風に私は捉えてますね。で、ここでリッチオのハーマー探検パラゾフォールンっていう、結構ね、移行にする上でイメージしやすい武器をと言ってきたんですが、もう一個確かあるっていう風に聞いてたんで。そうですね。ストイベの HL の攻撃編成で、どの武器が強かったかと言いますと、この、フェリアリなんですね。エレシキガルは、網ダメ上限が 40% 下がるっていうので、あまり、最近の闇属性に網ダメの印象がない方もいらっしゃるかもわからないんですけれども、網ダメを飛ばすキャラっていうのはやはり多くてですね、イルザは出さないんですけど、シンダラ、ボーマン、シスの3人はアビダメをかなりの量飛ばしてくれるので、実はアビダメもダメージソースの
一つだ。なので、そういう攻撃攻撃でトリガーを踏んでいくっていうような編成になってくると、アビダメ上限とアビダメ余ダメ 40% 下がったアビ上限を週末と合わせて 60% ぐらいまで引き上げて、アビ余ダメも20万上げるっていうことができるので、アビダメと通常両方やるよみたいな編成を使う場合に、この武器が2本あると TA も盛れるし、アビダメもしっかり伸ばしてくれるしという場面で、かなり強力な武器にまた戻ってきてるっていう印象があります。ここが結構あれですよね。この闇属性環境のちょっと変わった点というか。まあ、それとこの武器は、闇はエレシキガル以外は明確なアビ軸なので、高難度であったり、そのフロートであったりっていう場面で、もちろんこの武器っていうのはとても活躍してくれるので。で、このフェディアリが結構重要っていう風なところなんですけど、まあ、最近マグナ3で、ギレン武器が実装されたじゃないですか。はい、そうですね。なんかそれを見た上でもこの武器が結構やっぱ重要なんですかね。そうですね。今の上石とマグナのいろいろな面も違いますけれども、一つの大きな違いっていうのが TA が盛れるかどうかっていうところになってきまして、マグナの方のマグナ3でギレンが実装されたんですけど、マグナの方で TA を盛るのがやはり難しいので、TA も盛りつつ、アビダメも伸ばしてくれるっていう、このフェディアリが、マグナ3と比べても、だいぶ優秀になってくるんじゃないかなと。そういうところで、この武器は、明確に強い点があると言えると思います。そうなんですよね。そう、なんかこれ、なんか実はね、もう最初からこの話は少し聞いてたんですけど、自分も。で、マグナ3が実装されて、ギレンあるじゃんと思ったんですけど、第2スキルクリショーって、なんやねんみたいな。法人もなんやないかいっていう。光の武器が連撃だったので、ちょっと期待してた面があったんですけど、それがね、なぜかなく、ただのギレンとなってしまい、上石で今強いのが、パラゾであったり、ポールンであったり、そういうので連撃を持っていくっていうのが、わりかし、両面にするメリットでもあるので、そうなってくると、この武器の方が当然活躍するという形で、アビダメも出したいのであれば、上石でこの武器入れていくっていう風になるんじゃないかなって思います。そうですね。闇はね、ポチを押したり、追加でやれば、例えば死んだら1押すとか、デス召喚するとか、TA を確定させる方の手段はあるにはあるんですけど、そこを削りたいよねっていう風な価値観から優先度が高いってことですよね。闇はエレシキガルが勝手にコンバするので、できるだけ攻撃ボタンで終わらせたいっていうようなね、ところがありますね。以上、この5種類ぐらいが、上石移行というか、上石を強化する上で、優先度を上げていいんじゃないかなっていう風な武器たちっていう風な感じですかね。そうですね。だけども、やはり、最初に言わせていただいたように、ブーストを来るのを待って、それに合わせて突っていくっていうのが、やはり無難だと思いますので、今は、この5種類をとりあえず突ってもらえると、いろいろな場面で使えるかなとは思うんですけれども、今後の環境変化によっては、バブオノがまた使うことが出てきたりとかするかもしれないし、といういろいろなものがございますので、安定を取りたいのであれば、ブーストを待っていただいて、で、今楽しみたいので、というのであれば、リッチオノを突っていただいて、もう、ヒヒをいっぱい掘って、もう今突れるもん突って、ブーストが来ても引いて突るぞというような方は、欲しくなってきた武器をどんどん突っていくといいんじゃないかなと。そんな感じで私は思っています。そうですね。だから、今後、ブーストが来て変わるっていう風なところが目に見えてるんで、現在、これらの武器で素体を持ってるのであれば、そのぐらい火は掘っておいて、ステイしておく、みたいなところが結構重要かなってところですね。そうですね。それが一番、無難だとは思います。では次にね、さっきまでは移行基準とか、課金武器中心の話をしてきたんですけど、次に無課金武器とどういった武器が優先度が高いかっていう風なところについてちょっと聞いていこうと思います。まずは、これがないと始まらないという終末武器からちょっと話を聞いていきますか。今現状はブースト絶対ありみたいなところが来てないので、虚差で使うことが非常に多いんですけれども、使う場面はありますけれども、極派を。だけども、ダメージの点から見ていくと、わりかし強差の方が、みたいな、虚差使うよみたいな場面も全然ありますので、やっぱりこの第一スキルの、よだめアップっていうのは、カゴを乗せるっていうことがね、上石だったら両面、片面、マグナでもセレストを選ぶみたいな場面が、その方で強い場面っていうのが、全然出てきてますので、そう考えると、そのカゴが乗るよだめアップっていうのを、つけておくっていうのはかなり強力なんじゃないかなと
思います。まあ多分これ本当に闇をしっかりやろうと思ったら、まあ理想はどちらも250だと思うんですけど、もちろん。青髪の関係でどっちかしか250にできないっていう風になったら、まあハデスを中心として組み立てていく場合は、やっぱり上石を優先した方がいいですかね。そう思うんですけれども。ですが、ってことなんですか？ですが、はい、ですね、ちょっと今日、ちょっと驚いたんですけど、はい。RM の編成私両面で組んでたんですね。はい。で、それこそフェディアリとか入れて、ちょっと攻撃のみで、アビダメちょっと飛ばしてやろうみたいな編成を組んでて、で、神週末だったわけですよ。ですけど、なんかマグナ週末にポッて入れ替えてみたら、なんかマグナ週末の方が、なんか予測ダメージが上になって、はい。みたいな場面もございまして、はい。だから、なんか一概にその神をとつるっていうのが、その短期で、古戦場で、そっちの方が絶対に正しいっていうわけではないという場面もあるんじゃないかなっていうふうに今日思ってしまいまして。リアルタイムですね。だから、その、230まで両方作っておいて、青髪が必要だなっていうのが明確にこっちの方がっていうその自分の中での理由ですねっていうのが出てきた方をとつるっていうのをやはりここでもなんかねその結局視聴者の方に選択を委ねるみたいであまりちょっとね私としてもなんか心苦しいんですけどまあそれが一番納得のいく使い方になってくるんじゃないかなと。なるほどね。やっぱりその高難度とかね、考えるともちろんその神石であるなら神石っていうその HP の関係もありますし、その短期となるとその HP がどれぐらい必要かっていうのもね、ムーブによって変わってきますし、レンジによっても変わってくるので、全部神石やから神石が最強っていう風には、ひょっとしたら言えないんじゃないかなっていう、これを作りたいんだっていう編成があって、明確にですね、作るっていうのがいいんじゃないかなと思います。なると、ここもやっぱブースト次第みたいなところになっちゃいそうですね、最終的には。そうですね。ブーストで、まあ、どう変わるかっていうのは、なかなかまあ来てみないとわからないところなんですけども、その、マグナ週末の方が強かったって言いながら、またブーストが来て、よだめが、その、今、なんか 9. 点何パーだと思うんですけど、両面で。それがブースト来て、10% になったら、やっぱりマグナ神週末だよね、みたいな。ことになるかもしれないし、そうですね、ブーストで片面で HP を盛るために神週末の方がちょっと予測ダメは落ちるけどムーブ的に必須だったみたいな場面もあるかもしれないし、まあその環境でムーブが出てそれ次第っていう形になりますかね。まあ何を自分がやりたいかっていうことによって変わってくることもあるものなので、これは、なかなか、ちょっとね、優柔不断ですいません。ってなると、多分今の話からもわかる通り、神週末、マグナ週末、どちらにも、その最適編成に入れるチャンスがあるっていう風なことだと思うんで、やっぱりそこの準備をしておくっていう風なところが、まあ一番重要かもしれないですね。あと、フルオートをするのにあたって、やっぱり極技がとても強いので、フルオート主体の方でも、230はそういった強みはありますね。はい。じゃあ次の武器。いきますか。まあ、これはね、もう誰もが知っている、今回の多分闇子戦場の一番の台風の目になり得るであろう武器、アガツエさんですね。はい、アガツエなんですけど、これは、まあ、覚醒タイプが実装されてから、両面属性の編成とかだったら、まあ、火力の面だけ考えるとこれが一番強いよね、みたいな。まあ、それこそリッチ王のハルマ探検は入れるけれども、それ以外に一番強いのって何ですかって言ったら、アガツエだったという場面はかなり多い武器でして、その肉集めとか、90ヘルとかで、カゴなしの状態で火力を出すっていうことを考えると、やっぱり、アガツエがとても強い場面が多分多く、5本まで入る可能性が全然ある武器だと思うので、5本まで、まあ、ひょっとしたらもっと、まあ、そうは考えたくないですけど、全然5本までは普通に入る範囲である武器だと考えていいと思っています。ちなみにさっきちらっと話した6本ってやつ、実はちょっと自分も感じてて。まあ私5本しかね、ちょっと恥ずかしながら作っておりませんので、6本7本の編成は試すことはできないんですけど、まだね。でも、私が6本とか言ったのは、メインにエルシキガルを持たない人たち
方たちのことですかね。そういう方たちは、武器枠が1本開くので、ひょっとしたらそこにアガツエ6本目が入ってくることも。まあ、いや、わかんないですよ。わかんないです。自分で持ってない武器のことを語るのはちょっとね、申し訳ないんですけど、でも、なんか、それが入ってくるんじゃないかなって思わせるぐらい強い武器ですっていう、そういう風に考えてもらえればいいかなと思います。本当に強い。本当に強い。これマジで集めた方がいいですね、本当に。そうですね。いや、ほんまに今日はこれブースト来て3本でいいよっていう風になるかなと思ってたら、ブーストを並べてもこれアガツエの中強いんじゃないのみたいな風に思って、5本目をね、一生懸命、はい。アガスティアフローとして作りました。ブーストで光みたいな感じで革命が起きると思いきや、ブーストよりも、より基礎火力によったアガツエっていうのが、ここで活躍してきてると。まあそういうことやと思いますね。ということで、次が、オメガ武器たちになるんですが、オメガ武器はね、結構なんか前回配られたっていう風なところもあり、結構必須系の武器が多いんで作ってる人も多いと思うんですけど、特にみたいなところがありますよね、最近は。そうですね、オメガモノになっていきますね。第一スキルが連撃というところなんですけども。もう死んだらって感じですね、マジで。死んだらって感じです。オメガモノを入れるね、メリットっていうか、役割っていうのが、2点あるかなと思うんですけど、1点は、ハルマル探検をよく使っていたということから、ハルマル探検の発動条件に同じ武器種を4つ入れないといけないっていうのがあったと思うので、そのためにリッチオノに L 式ガルでもう一つをオメガオノっていう形で4本確保して、かつボルテージを、リッチオノのボルテージを持っていくっていう、そういう使い方っていうのが今まではメインだったんですけど、今はそのシンダラというキャラの実装によって、シンダラの連撃問題ですね。ここもね、シンダラの TA をどうやって割るかっていうことで、この闘争の 25% っていうのがかなり強くなってる。そうですね。今大体の編成でオメガオノは入ってますね。あれですよね。なんか前まではオメガ拳とかが入ってることが多かったような気がするんですけど、あれですよね。シンダライルザとか、その拳得意じゃないフロントが増えてきたから、なんか相対的にあれですよね。リッチオノのそのボルテージも受け入れて一番バランスがいいのがオメガオノになってしまっているっていう、そもそも。そうなんですよね。もともと、昔私がアーカーショの編成を出してた時に、シンダラが来る前から、それこそフロントにいるのがニーヤだけ、オノ得意が主人公とニーヤだけで主人公を打つだけみたいな時でも、全体のバランスよく上げてくれる武器としてオメガオノが活躍してたっていう、そういうところはあったんですけど、でもやはりシンダラの登場によって明確に役割ができたので、重要な武器になってきてるかなと。じゃあ次が、これあれね、もうこれもなんか最新環境武器って感じですけど、極星機。闇属性だと特にっていう風になると、やっぱ拳ですかね。そうですね。マグナのブーストが拳だったっていうこともありまして。でかいですよね、あれマジで。リッチオの抜くパターンっていうのも編成を考えてるときに全然出てくると思うんですけど、そうなってくると、この武器がですね、拳をマグナブーストでいっぱい入れて、で、アガツエを入れて、これをパッて入れると、ボルテージで上がると。そのリッチオノで持っていたボルテージの分の EX 更新をこの武器が上げてくれたり、この武器がね、そういう意味で1本入るとちょっと強いみたいな場面はやっぱり出てくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。拳得意で強いキャラ多いですもんね、闇属性は、そもそも。ね、シスは、それこそオメガとか何も乗ってなくても勝手に上限叩くようなキャラなんで、ボーマンとかね、ああいうのの基礎火力をしっかり上げる。ひょっとしたらメグとかがね、またニョキニョキっと生えてきて、また1年ぶりですね、みたいなこと言うかもしれないんで、そうなってきたら、この武器が、活躍する場面っていうのがあるかもしれない。ということで、なんか無課金武器をちょっといろいろ紹介してもらって、この辺が重要だっていうようなところなんですけど、アゴナイズとかって最近どうなんですかね。なんか今回の話出てこなかったんですけど。よく考えたらですね、私最近アゴナイズを全く使っていなくて、はい。やっぱり RPG をやるならフェリアリ入れるよ。で、アゴナイズ、そうですね、入れたい場面っていうのがあんまりなくて、で、結局マグナで、そのアビも持っていきたいよっていう風になってくれば、そのマグナ3でギレンの武器が出たので、そっちの方を編成する場面っていうのが今後増えてくる可能性もあるなというところで、なかなかアゴナイズが持ってたその強みっていうのがあまり活かせなくなってきてるっていうのもあって、あんまり入ってこないみたいな、あるかもしれないなと。あとですね、その、上石のカゴが強力になって、そのフェリエルとかも乗って、ね、ひょっとしたら天使も来て、さらにカゴを上げてくれるみたいな、そういう風な状況になってきてるので、
片面だったらアゴナイズみたいな状況だったのが、片面でもフェリアリみたいな風になってる場面がすごく多いので、っていうことも考えると、アゴナイズっていうのが活躍できる場面がどんどん減っているっていう。まあそりゃ、持ってた方がいい武器やとは思うんですけれども、今使ってますかって言われると、使ってないなというところになりますかね。強い武器だとは思いますけど、フェリアリとかそういうのがある人は、まあ私は最近使ってないなみたいな、そういう武器になってきてますかね。わからないですよ。それこそムーブによってアゴナイズが必須やったみたいなそういう場面もあるかもわからないんで、断言はできないですけど、アゴナイズを今すぐ作ってください。作らないと後悔しますよみたいなそういう言い方はできないですかね。なんか2年前の古戦場とかだと、なんか手動編成でもなんかアゴナイズが一世を風靡した時代とかもあったと思うんで、なんか結構前から闇やってる人はもうすでに持ってるみたいな人も多いかもしれないですけど、まあ最近あれですよね、周年チケットとかで、交換を候補として考えてるみたいな人に関しては、まあ一旦ステイがはいいっていう風な、そんな感じかもしれないですね。そうですね。それで、確かあれ複数本取れましたよね。そうです。3本ぐらい取れるはずなんで。なんで、それがまだ残ってる方は、待っていただいて、使うよみたいな場面になってきたら、それで交換して使うみたいな、そういうのが無難かなと。それでいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。ありがとうございます。じゃあ、無課金武器に関しては、まあこんな感じですかね。では、課金武器、無課金武器っていう風なところの具体的なね、重要度っていう風なところをちょっと教えてもらったので、実際に手動編成、フロート編成っていうのを組む時の編成例っていうものを見つつ、まあ今言った武器以外のリアルなところをちょっと次は聞いていきたいと思います。じゃあまず手動編成から聞いていこうと思うんですが、まあ今ここにね、95って書いてあるんで、古戦場95ヘルス工程ぐらいのレンジの時の編成例っていうのをちょっと最初にじゃあ見せてください。編成は、まあこんな感じになってますね。ハーマ探検ない。はい、そうなんですよ。ハーマ探検がね、抜けてくるということになってきまして。なるほど。これがどんな感じのムーブになります？まあ、ムーブという呼べるような代物ではないのかもしれないですけども、はい、攻撃ですね。とんでもないな。ちょっとだけ実際に動き見せてもらってもいいですかね、一回。これだと、攻撃しまして。イルザも入ってないんですね。そうなんですよ。イルザがね、攻撃して、相手の特殊を受けるっていう場合だと、イルザよりシスの方が強い場面っていうのがあるかなと私は思っておりまして。なるほど。なので、攻撃、ダメージはないけど、特殊が出て、特殊反撃で。エレシキガルでも500万出してくれるんですよね。これで、2ターン目攻撃という形になってますね。シンダラのディスペル偉いな。偉いですね。とても偉いですね。でシスもなんか、1ア秒してないのに160万出て。で、これ多分、水べりのカウンターと、シス反撃なしで通ってますね。まあこんな感じで、まあ相手のバフ次第でどこ踏むかみたいなところももちろん出てくるので、火力調整だとかそういうものは必要になってくるかなとは思うんですけど、こんな感じで、はい。まあこれ、ストイベ HL でも使ってますし、アーカー社の攻撃のゼロポチムーブでもこの編成丸々使ってて、石こんな感じで両面で、3P 入れてちょっと耐久盛りつつ、攻撃でトリガーを踏んでいくっていう動き。こういうのもあるっていう風にできると思うので、アビ軸に寄せるっていう先ほどのね、話からすると、こういう形で、エレシキガルメインだけれども、アビ上限が 62.8% で、アビオダメが20万漏れるよっていうことで、こういうこともできるというところですね。ちなみにこれ TA 率って何%になってます？ TA 率 71% で、今私のシンダラが考えてる途中みたいなところが出てるんですけど、アビダメ 10% のトリプルアタック 10% を引きまして。はい、強っ。はい。そうなんですよ。これがね、15% やったら最強やったんですけど。だから実際の古戦場でアビダメと渾身がどっちが強いかっていうのはね、95ではアビダメで、150は渾身ですよみたいなこともあるかもわからないんですけど、まあ、とりあえずその 10% を引いてるっていうことで、このシンダラが 26%、ほぼ TA。こっちにハルマルを入れたら TA 確定と。ポールンが1本、ケージが3つしかなくて、連撃4できなくて、なので連撃4であれば、
これ TA 確定の編成っていう風には楽々作れると思います。ああ、なるほど。じゃあ、こういうところでフォールの2本目の連撃覚醒っていうところも一応候補には上がるみたいな感じなんですね。なるほど。これはなんかあれですね。さっき話したところを踏襲するような感じで非常になんかわかりやすい。こういう環境なんだよみたいな感じですね。なので、これそのストイベとかに限れば、このスリーピーのところを丸々にしていただけると、シンダラが TA 確定してっていう風にはなると思うんですけど、ちょっとこの編成では私アーカーションもやってるので、なるほどね。85トリガーを引いた時にキャラが落ちてることがあったので、ちょっとスリーピーに変えたみたいな、そういう経緯があります。その短期ムーブではあるんですけど、95ヘルっていうところを聞いてきました。もう一個、あれですよね。なんか非常に面白い編成があるっていう風なところで、ちょっとそっちも見せてもらってもいいですか？はい。出ました。アガツエ。キャラは先ほどと同じなんですけど、これは両面かぐやでの90ヘル攻撃のみっていうのを考えたときに、いろいろ武器編成を試して、とりあえず予測ダメージが一番上がったものっていうのがこれになってくるということで、これを用意させていただいたんですけれども、はい、アガツエがやっぱり強くて、で、リッチオのより基礎火力っていう面で、このブーストと極性拳を入れた方が伸びたよっていうことで、こういう風なね、武器の並びになってるという感じですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとこれ一回ルオーとかでちょっと見せてもらってもいいですか？クリブレもあるので、なかなかね、難しいですけど。ゆっくり引いてないパターンですね。割と。ゴーマンクリ引いてますね。多分、シスクリ引いてますね。これは、少なくとも今の現状でもカウンター込みだと、その特殊反撃込みだと届くかなっていうような編成になってます。確かに。特殊反撃込みって考えると、結構いけそうですね。シスとボーマンの、クリティカルが下振れたとしても。水べりカウンターと特殊反撃が、キャラが耐えてくれればですけど、いけるかなっていうふうには思ってますね。なるほど。ありがとうございます。じゃあちょっともう一回ちょっと武器見せてもらってもいいですかね。いや、これはね、実はね、あれなんですよ。両面かがやの90ヘル攻撃のみは自分かなり探ってたんですよ。でもなんかもう一頑張りなんか納得いかない状態で、もう数%届かないみたいな感じだったんですけど、まさかのリッチオの主が対等だったってことだったんですね、これは。イルザー入れて、イルザー1押しますよみたいな場面だと、やっぱり強いんですけど、イルザがいない場面だと、基礎火力もりもりの編成に軍配が上がる時もあるんじゃないかなと。なるほど。こういうところがマジで面白いところですね。ここで、セネコブシも、何本かが候補に入ってくる可能性があると。はい。全然、この武器は全然強いと思いますね。ちなみにこれ、セレコブシの、2本目とかとアガゼ5本目を入れ替えるとどういう風になります？アガゼの5本目と入れ替えると、ちょっと落ちますね。なるほど。これだと多分上限ぶつかってなさそうなんで、普通にブーストが生きてるって感じなのかな、じゃあ。だと思いますね。やっぱり基礎火力が、極性拳のボルテージにも関係してきてるっていうことで。なるほど、そうか。確かに。やっぱりブーストを入れることで伸びてるんじゃないかなと思います。で、このアガツエのですね、4本目をブーストに入れ替えたら強くなるのかと言われると、そういうわけでもないんですね。複雑だな。絶妙なバランスっていうのを測っていくのがマグナの武器を使うにあたって割と重要なことになってくるんじゃないかなっていうふうには思いますね。これはね、自分も非常に勉強になりましたね。つい先日まで自分はそのアガゼ5リッチョの2みたいな感じでなんかいろいろ試してたんですけど、こういう風なね、最新環境もあるってところは、自分自身も非常になんかすごい見ててね、なるほどなっていう風になりました。ただですね、シンダルの浴びだめをもっと活かしたいみたいな場面では、はい。もちろんそのよだめを盛る武器としてのリッチョのっていうのが強力な場面も出てきますので、一概にそのリッチョの2アガツエ5よりこっちの方が全部の場面で強いよっていうわけではないっていうのが、ちょっと難しい部分ではありますね。やはりね。特にケースバイケースですね、最近のグローブルは。こんな感じのところが、今までの編成から変えたパターンだと、こんな感じのパターンがあるってことですね。そうですね。今までのハルマル探検3、それこそこんな編成ですね。いわゆるね。そうですね。ハルマル探検3、リッチョの2、パラド1で、基礎火力のところのポールンとか、それこそ両面属性やったら別の武器入れたりとかして、ダメージを通常よりで出してきたよっていうのと、違うのが最近、みんなが知ってきたところになってるのが、アビ軸っていうのと、リッチョのも抜いちゃって基礎火力に寄せるっていう
その2点になってくるかなと思います。なるほど。まあ、非常になんかバリエーションとして勉強になりましたね。ありがとうございます。じゃあ次に、フル用途編成とかの編成例とかあったらちょっと見せてもらってもいいですかね。はい。これが、両面ですかね。そうですね。両面で、よう考えて組んでる武器になっていますかね。武器編成というか。なるほど。はい。まあでもやっぱりあれか、長期レンジとか考えると、マナダイバーで、アビ軸でってなると、やっぱそういうところでもフェディアリ強くなってくるってなると、ちょっとバリュー上がってますね、やっぱり。そうですね。これ、仮にですね、はい、マナダイバー通りませんと。はい、マナダイバー火力寄せすぎて反射とかで落ちちゃいます。これなんかもうパラディーンとかで耐久にしたいな、みたいな場面でも、キャラが、まあ、リッチとメイガスがいれば、多分フェディアリには入ってきます。それぐらい強いですね。なんかあれですよね、イルザ出たあたりからすごいなんか通常寄りに寄ったかと思ったら、やれ死んだれ、やれメイガスでまたアビダメかいみたいな。結局そのルシでも、アビ軸をやるんだったら、アビ軸をっていうか、まあ通常軸をやらないのであれば、結局アビ軸で極技にして、フェディアリ2本積んで、メイガスとリッチと、まあフェディエルとみたいな、まあそんな風なんが一番やりやすい形になってきて、ダメージも一番出るよみたいな。やっぱり闇はアビ軸っていう基本路線は変わらないのかなと。なるほど。ありがとうございます。これがじゃあ両面フロートで、片面ってどんな感じですかね？同じなんですよね。なんかでもこれはなんとなく想像してましたね。あれですよね。カゴ量が増えて、片面での、まあさっき言った通り、片面での議連のバリューが増えてるっていう風なところが、これちなみにアビのよだめとかって何万あります？フェディエルありで、ブレンドが、170ハーデスで、アビオダメがもう 15.5 万あるんですよ。結構ありますね。はい。で、アビ上限も、これが武器でアビ上限を持ってない状態で 34.1% なので、これプラス 50% 漏れるって考えると 84%。片面でも十分フェディアリは強くいい武器ですね。まあ、ここからさらに裏天使とか、まあ場合によってはブーストとかっていう風に考えると、まあ確かに、バリュー高そうですね。アビリティキャラクターで強いキャラがいっぱいいるってところの闇属性の事実だとも変わらないと思うんで、そうなってくるとやはりこの時代に再復権みたいな感じですね。そうですね。でもちょっとやっぱり気をつけたいところなのが、両面でブーストを入れて、天使も入れてみたいな風になってくると、フェディアリが1本でいいよみたいな場面がね、出てくるかもわからないので、なるほどね、今は2本入ってるけど、1本でもう十分、役割としては十分だよみたいな場面もあって、なんかそこに、その代わりに、アビブルトでも入れて繰り隠してみたいなこともあるかもわからないので。アビブルト出た。いや、まあこれだからね、面白いですよね、グラブル。片面は、まあ当然ルシを使えるので、デバフに対して強いっていうのはある一方で、ブーストが来ない場合、まあその現状ですかね。ブーストが来てない現状であれば、極技を使えないっていうのがあるので、だから、その、極技を使うのであれば、やっぱり両面になってくるんだけども、両面やったら敵の打ってくるデバフに対応できないこともあるかもしれないみたいな。その辺がちょっと考えないといけないところかなと思いますね。はい。了解です。ありがとうございます。では、武器とかね、具体的な編成例っていう風なところについては話をしてきたので、最後に、闇属性でよく使う召喚石っていう風なところを優先と別に聞いていこうと思います。ただですね、まあ、神石本体とか、変死、ベルズブラ、ベリアルっていう風なところ、まあ当たり前のところは、まあちょっと話してもしょうがないと思うんで、一旦そういうところは、もう、ある程度持ってる前提として、それ以外のね、最近実装されたものとか、こういう時にこれ使うよっていう風なところに絞って話を聞いていこうと思います。まず、そうですね。最近よく使う石ナンバーワンというのは、まあこのトリプルゼロになってきますかね。トリゼロ。やっぱ強いですかね、闇は。この石よりも最近に、両面ハデスというものを使う場面っていうのは全然あって、先ほども言いましたように、そのフェディアリみたいなのを使う場合も、両面っていうのが強い場面っていうのは全然あるんですけれども、片面で通常に寄せて、ポチを減らしていくよ、召喚を減らしていくよみたいな場面で考えると、このトリプルゼロっていうのをメインに置く場面っていうのは多くなってくるのもありますし、実際強いです。実際その RN とか、連戦やってもらうとわかると思うんですけど、やっぱりメイントリプルゼロの方がとても多くて、よだめを持ってダメージを出すっていうようなやり方は、闇属性で強い使い方の、大きな一つだと思うので、この石っていうのは、やっぱりそのポチと召喚を減らしたい属性である闇属性としては強い石です。サブに入れてたとしても、まあ手動なり不動なりで羽が上がっていけば、よだめがね、勝手に 10% 上がるので、よだめ 10% っていうのはまあ、
むちゃくちゃな数値なので、サブに入れてるだけでも十分強い石ということで。はい。トリプルゼロが、闇属性に関しては、かなり使用頻度が高いと。ありがとうございます。じゃあ次、2番目いきますか。いろいろなマニアックなことをやりたいなっていうような場面で活躍する石としては、ヤチマになりますね。これは、サブに入れて2回召喚するっていう意図でも、そういう使用用途でも、実際強さを発揮してくれる石でもあるし、特定の石を短いスパンで投げたいよみたいな場面でも十分活躍してくれる石で、持ってると持ってないでできるムーブが違ってくるという意味では、ひょっとしたらトリプルゼロよりも古戦場に関しては影響力のある石だと。いうふうに言えるかもしれないですね。なるほど。確かに手動って考えると、闇に限らず、もうこれがないとみたいなところが、なんか全難易度で共通し合ったりもするんで、やっぱりヤチマの存在はでかいってことですね。はい。ありがとうございます。じゃあ次行きますか。ここからはなんか順番に関しては、次に言う石より絶対に強いですよみたいなことはないとは思うんですけれども、で、これからのそのブーストを考えたときに、ブーストと天使とこの六竜石で片面でブーストの本数を減らして極波を発動させていくとか、そういうような場面でやっぱりどうしても必要になってくる可能性のある石ということで、フェディエルっていうのは強いんじゃないかなと思いますね。あれですかね、多分召喚をするというよりかは、いることが重要みたいな立ち位置ですね、おそらく。はい。で、次が水着ベリアルですね。はい、そうですね。水着ベリアルは全然ね、今までの戦場でもカウンター目的で使われてることはあると思うので、闇属性では多分同じような使われ方をするんじゃないかなと。もしかしたら、無突なりなんなりのベリアルのこの火ダメ上昇を使ってキャラを落とすよみたいな、そういうようなこともあるかもわからないので、そういう独特の使われ方をする可能性がある石として全然用途はあると思いますね。闇でもキャラ落としありえます？ターンを回して1ターンのダメージ自体が莫大なダメージを出すわけじゃないっていう点で、一個一個の平均ダメージを上げていくのが今の闇属性の基本的な動きになってくると思うので、光みたいにキャラを落として次のターンに全部飛ばすよみたいな、そういう使い方っていうのはないかもわかんないんですけど、ひょっとしたらキャラを落とすみたいなことがあるかもしれないなーっていうふうには思ってるんですけど、難しいところですかね。はい。あんまりキャラを落とすっていう風なところがあんまり自分考えてなかったんですけど、もし落とせたら、イルザのサービを能動的に使えるとか、ニーヤを裏からタイミングよく引っ張り出してくるとか、いろんなことできそうなんで面白そうですね、それ。もしかしたら、どうかわかんないですけど、もしかしたらそれが強いっていう風になる場面も、敵のトリガー次第ではあったりするかもしれません。面白いムーブのヒントになりそうな情報出ましたね。ということで、水着ベリアルが結構やっぱ重要ってとこですね。はい。で、次が水着 3B。これ、相当突るかどうか迷ってる人多いかもしれないですけど、結構ちょっと重要度みたいなところも含めて聞いていきたいですね。古戦場でもやっぱりデバフを飛ばしてくるっていうのがあって、で、闇属性は基本的には攻撃ボタンをいっぱい押してダメージ出していくっていうムーブが多くなってくるかなと思うので、デバフ、この石によって一回無効化できるっていうのは、この石にしかできない、今のところね、動きだと思うので、この石にしかできない役割があるという重要度があると。ちなみになんですけど、古戦場の手動っていう風な面で考えたときに、具体的にどの難易度で使いそうとかっていう風なあります？200ヘルはまだムーブ自体がアイデアだけみたいな状況なので具体的にはわからないんですけど、150なり95なりで、そのトリガーの特殊次第でどんなデバフが飛んでくるかわからないので、そのトリガーがこの 3P がないと次のターンダメージ全然出ませんよみたいな、 3P が攻撃みたいなムーブでは必須になってくるかなっていう風なね、状況がありますし、150でももしかしたらこの石のマウントがやっぱね、特殊を受けていく中で必要になってくるかなと。ムーブによってはですけど、もちろんその1ターンで飛ばしていくよみたいな、そういうムーブをするのであれば必要ないんですけど、そのターンを回していくムーブをするっていうのであれば、この 3P は役割の大きな石になってくるかなと思いますね。去年は誘惑メグみたいな選択肢があったり、オリビエで完封したりみたいなところで使用頻度がちょっと抑えられてたようなイメージだったんですけど、今年は死んだら来たり極化来たりとかでマウントはそもそも武器の中で入れられないみたいなこと多そうですもんね。なかなかね、攻撃面に関与しないけれども強い石みたいな。あとはですね、このブロック
化も強くて、これがあるおかげで特殊耐えられるみたいなこともあるかもわからないので、そうですね、マウントも強いし、このブロックもひょっとしたら、ムーブによっては、これあるなしでキャラが落ちちゃうみたいなのをケアできるっていう場面もあるかもわからないんで、はい。なかなかその防御面でとても優れた石だとは思いますね。はい。了解です。ありがとうございます。はい。で、次がハールートマールートと。ね、この石は、やっぱりね、そのシンデレラの電撃をどうやって盛るかなってなった時に、やっぱり 10% ね、トリプルアタックを持ってくれるっていう。まあ、その武器で、もうこれ以上盛れないよってなった時に、10% プラスして盛ることができるので、嬉しい、あると嬉しい石になってくることもあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。なんか今日のあれですね、なんか3割ぐらいはシンデレラの TA 率の話をしているような気もするので、まあそれを考えたらね、優先度は明らかって感じですね。わりかし、闇触ってる人はシンデレラの TA どうすんのみたいな。これひょっとして DA にした方が硬直減るからいいのみたいな。わかる。それわかる。あるんですよね、そういうの。みんな考えてるかなと思うんですけど、まあその中で TA を確定させるっていう風になったら、このハールとマールとはね、すごく役割を果たしてくれる石だと思いますね。はい、ありがとうございます。次ってなってくると、まあ今まではね、手動を基本的に、メインに考えた優先度というか、まあ重要な石みたいな感じで紹介させていただいたんですけど、まあ、フルオートとなれば、このルシペルっていうのはね、この弱体を回復してくれるっていうので、かなり耐久が持てる、役立ってくれる石だと思いますね。耐久のことを考えると、召喚しないでもこの石は強いし、召喚することでディスペルガードがつくので、まあ何かしらのね、状況でそういう使い方もできるかもわからないので、強い石っていう風には言えると思いますね。あと、バハムートですね。これは最近神石の顔が強くなってきたから、昔のようにバブバハとか、そんなムーブはあまりないかなとは思うんですけど、バハバハでシバを上げるとか、バハバハでコッキリンを上げるとか、まあそんなことは今はあんまりないかなと思うんですけど、ハデスバハムートで何か石を早く上げますよみたいな。ムーブを200ヘルでやるみたいなね、そんなこともあるかもわからないし。ということで、メインで使うことはね、今はあんまりないかなと思うんですけど、だけども、フレンドで、この石を選ぶことがあるっていう意味で、自分の石を作って、フレンド募集をするよみたいな時には、まあ、これあった方が、いろいろな可能性に対応できる石の一つということで、未だに役割を持っているんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そんな石かなと思いますね。あとは、芝。この石は、多分他の古戦場ではメインにしたりとかで、1ターンのダメージを上げて1ターンで締めるとか、まあそういう動きがあったと思うんですけど、まあ闇属性はね、その L 式ガルで2回行動っていうことになるので、なかなか、恩恵が受けられにくい石っていう風にはなってしまうかもしれないんですけど、まあそれでも1ターンのダメージを一番上げてくれる石は何かって言われると、この芝は十分選択肢のうちの一つになると思うので、はい、メインで使うことがあるかもしれないということでね、芝っていうのをちょっと紹介させていただこうかなと思います。で、最後に、もう最近はめっきり使わなくなった石なんですけれども、ジルニトラですかね。これなんかあれですね。なんか来ないなと思ってました、実は。そうですね。この石は、昔はね、よく、投げて追撃っていう風なことをよくやってたんですけど、もちろん投げた方が火力は出るんですけど、火力が上がったことによって、この石が必要なレンジっていうのがちょっと長くなってしまった。今やってるところで言うと、この石を投げなくても良い、もしくは別の石を投げた方が良いみたいな、そういう状況がちょっと多くなってきてる石ということで、まあ、昔やってたようなデスジルニトラみたいな、ヤチまで投げるみたいなのがあったと思うんですけど、あんまり使われないし、まあ3突だし、そもそもヤチまで何かを確定させたいってなったら、その石枠が、いろいろね、入ってくることによって、ちょっと枠ないよみたいな。まあ弾かれやすい石にはなってますけど、まあもしかしたら特定の場面で使われることがあるかもしれないと、一応紹介させていただきます。これちょっと意外な人多いかもしれないですね。どちらかといったら闇属性はなんか平均点70点80点ぐらいのダメージをまあ継続して出していくみたいなところがこう強いと思うんで、なんか一ターンにダメージを寄せるっていうタイミングがあんまりないからみたいなところもあるのかもしれないですね。ジルニトラを投げて次のターンにフェディエルを投げてみたいなんで届かしてたレンジがキャラとかその他の
ね、要素が強くなった結果、攻撃で良くなったみたいな、まあそういう状況もありまして、で、投げるんやったら、なんかもうバブの方が強いよとか、まあそのディスペルが欲しいからバブを投げたいよとか、純粋な火力のためだけにジェルニントラを投げるっていうのが、ちょっとそういう状況も増えたので、なかなか使われなくなったのかなと思いますね。なるほど。ありがとうございます。まあ、これはちょっとあれですね、そもそもね、4突来てほしいなみたいなところありますもんね、この石に関しては。そうですね、めちゃくちゃ4突来てほしいですね。まあ強いのは強いんですけど、なんかね、最近の石がみんな強いので、追撃だけみたいな。まあ連撃も上げてくれるけど、なんかそれだけみたいな、ね、風に思っちゃう時も、ちょっと4突来てパワーアップしてほしい石ではありますね。ありがとうございました。召喚石に関しては、まあこんなところですかね。はい。いかがでしたでしょうか？今回はね、闇属性ガチで対談第1弾ということで、サムディさんにいろいろ話を聞いてきました。本日は本当に来ていただいてありがとうございます。はい。こちらこそありがとうございました。はい。まあ、自分もね、結構なんか闇属性は、好きな属性の部類ではあるんですけど、やっぱりね、話してて発見が非常に多かったのが自分として非常に満足度が高かったです。特にね、その闇属性っていう風に限らず、今の属性はどういう風に動いていくか、まさかね、薬状武器が抜けるなんてもう1年前は誰も思わなかったと思うんで、こういう風なね、属性のその強化の転換期に、そういったところにね、その専門的な人を立ち会いながら、なんかいろいろ話ができるってことが、自分としても非常に楽しかったです。ありがとうございました。拙い説明でしたが、お役に立てればありがたいです。いや、でも正直あれですよ、実際一緒に話してて、いや、なんか、ライブ配信とかもっとしてもいいんじゃないかなくらい、だから喋るの上手くないですか、トミーさん。いや、まあ、そう、ありがとうございます。喋るのはね、どうなんですかね。喋るのは好きですね。はい。ということで、じゃあ、改めてではあるんですが、一番最後に、そのサムディさんになんか挨拶してもらって、動画を締めていきましょう。はい。では、よろしくお願いします。サムディでした。はい。ご清聴ありがとうございますということで、自分の思ってることや、ちょっとこの企画にあたって考えたことっていうのは、いろいろ喋らせていただいたんですけれども、精一杯ちょっと考えさせていただきましたと。私自身もね、YouTube の方、チャンネルを持ってやっていまして、ね、闇属性についてのチャンネルっていう形にはなるんですけれども、メインは高難度。それこそ最近ではルシゼロであったり、一昔前は天元やスパバハっていうのを、メイン動画を上げていて、で、もう一方では、ちょっと私が好きなのもあって、アーカー社の編成が更新できたかなと思うたびにいろいろ上げたりしてるので、ぜひその辺、ちょっとね、気になっていただけた方は、遊びに来ていただけたら嬉しいなというふうには思っておりますので、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。ということで、概要欄にね、サムディさんの YouTube チャンネルも、載せているんですが、さっき言ってた高難度っていう風なところも含めて、YouTube チャンネル、非常に闇属性の詰めた動画の、バリエーションが充実しているので、ぜひ、本当に見に行っていただきたい。闇属性好きの方は、もうすでになんかビビるほど、なんかこれ以外触ってないところないんじゃないかなぐらいいっぱい上がってるんで。これ以外の編成も上げたことがあるんですよ。はい。で、全然見られなかったんですね。だからもう、私は、僕はね、もう闇属性なんやなと思って、もう闇の編成素直にあげるか言って、闇属性の編成ばかりでね、あげさせていただいてます。こういう人と対談できるのがマジで一番面白い。妙利につきますね。はい。あとはね、オープニングでもちらっと話したんですが、サムディさん自身がすごい高難度に強い人なんで、新企画ということで今度ね、高難度化次世対談みたいなところもちょっとやっていこうと思うので、もしよかったらね、ぜひ、サムディさんのところのチャンネル登録と、あと、私、クワトロのチャンネルもチャンネル登録、あと高評価していただいて、次回以降の動画もぜひ楽しみに待ってていただけると幸いです。では、今回のガチ勢対談第1回目に関しては、こんな感じで終わりにしていこうと思います。次回、その高難度ではなく、普通のガチ勢対談の次回に関しては、ブースト武器が実装された後、とかで、また、なんか詳しい話ができればなというふうに思っているので、ぜひ次回もお楽しみに。では、こんな感じで終わりにしていこうと思います。はい、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。